コストコらしくワイルドです。生で食べたい気分でした。塩が強めなので。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。バジルチキン1972円です。デリの新商品です。100g あたりは138円。消費期限は5月1日です。野菜も入った味付け肉です。焼くだけで食べられます。レモンと追いバジルソース付きです。お好みでレモンとバジルソースをかけてくださいってなってますけれども、こういうレモンを仕上げにかけることに抵抗があるので、レモンはこの後アップルフィリングに使いました。赤パプリカと玉ねぎが入っています。フライパンで焼くことにしました。残りは赤パプリカとオレンジパプリカとキパップ3種類のパプリカを追加してからフードセーバーでパックして冷凍しておきます。最初は蓋をして中火で、焼き目がついたら返します。鶏肉の大きさがわざとなのかね、バラバラなんですよ。なので焼き上がりにムラがあります。大きいのに火が通ったらお皿に盛り付けます。ジャスミンライスに赤パプリカパウダーをかけました。小さいお肉より大きいお肉の方が美味しいです。バジルソースは好きですし美味しいんですけれども、かなりね濃い味付けなんですよ。しょっぱいです。添付のバジルソースは別で使うことにします。塩キャラメルブラウニー1798円です。4月の新商品です。1月にご紹介したデカデントファッジブラウニーによく似ています。材料もチョコキャラメルスプレッド以外は同じなんですけれども、甘く感じました。常温保存です。賞味期限は5月2日です。長辺は 29.5 センチ、短辺は17センチ、高さは 2.2 センチから3センチくらいです。重さはアルミトレイごとで 1357 グラム、全部食べたら6649キロカロリーです。まあね、チョコレートですからね。12分割にしました。チョコキャラメルが固まっていたチョコになっているので、切るというよりも割る感じです。ローストナッツが散らかります。アーモンドとカシューナッツとくるみの3種類。できればね、粗く砕いてまんべんなくばらまいてほしいです。コストコらしくワイルドです。これで 104g、509.6 キロカロリーです。断面は小麦粉を使った固めのチョコスポンジにガナッシュを包み込んだ3層にも見えますけれども、原材料を見るとケーキミックスブラウニー生地ですねの上にヘーゼルチョココーティングが5ミリくらいかな厚めにかかっている2層のようです。ねっとりした舌触りで噛むとチョコチップがザクッとなります。チョコキャラメルはあまり主張してなくて、キャラメル風味のホワイトチョコって感じです。家族は美味しいって喜んで食べてますけど、かなり濃厚で甘いので私は無理です。1月にご紹介したデカデントファッジブラウニー1998円のものですねにそっくりですけれども甘く感じました。気温のせいかもしれないんですけれども、材料を比べると違うのはトッピングのチョコキャラメルスプレッドだけなので、私の舌が変わったのかもしれないです。でもデカデントの方はチョコチップがそこにゴロゴロ散らばっていましたが、こちらは全体にまんべんなくまとまっていますから、作り方の差もあるかも。ちょっとよくわからないんですけれども、塩キャラメルの方が200円安いんですけれども、両方並んでいたとしたら私はデカデントファッジブラウニーを選びます。賞味期限は当日を含め4日間です。さらに半分に切ってからラップしてジップバッグに入れて冷凍しました。お刺身用のマダイ柵 100g あたり218円で964円でした。もともとは 100g あたり428円でしたが、19時10分頃に値下げされました。消費期限は翌日です。マリネとカルパッチョを作ります。違いはマリネ液をつけるかかけるかだけです。マダイをスライスしてお皿に並べ、カラフルな野菜を散りばめます。マリネ液の材料はみちょレモン、
酢、グレープシードオイル、ニンニク、クレイジーソルト、醤油です。マリネは翌日、カルパッチョはすぐに食べます。別に加熱してもいいんですけど、生で食べたい気分でした。トマトメドレー 908g、 1198円です。カナダ産です。4種類のミニトマトのアソートです。洗ってから水分を取り、ペーパーを敷いたコンテナに並べ、冷蔵庫で保存します。コストコの輸入ミニトマトは長く持ちます。丁寧に保存すると3週間くらいは持ちます。安曇野3層仕立てのジュレパルフェマスカットミックス 190g が8個、828円から130円オフです。1個あたりは 87.25 円。コストコはいつも1種類だけです。期間限定でフレーバーが入れ替わります。マスカットミックスは昨年ご紹介しております。彩りきれいで美味しかったのでリピです。養冷蔵です。賞味期限は5月27日です。赤ぶどうジュレ、リンゴゼリー、マスカットジュレ、ひな祭りカラーの3層です。ジュレはフランス語でゼリーは英語で、意味は同じなんですけれども、多分ジュレの方が柔らかいのかな、ちょっとよくわからない。アロエ果肉も少しですけど入っています。ワインプラタ2480円です。アペタイザー、オードブルですね。パーティーシーズンにちらっと並ぶことがありますが、今回初めて買いました。ワインに合うのをセレクトしているようです。消費期限はあさってです。左上が3種のオリーブマリネ。品種は分かりませんが、ブラック、グリーン、レッド。同じ味付けでも食感が違います。塩が強いのでこのままパクパクは食べられなかったです。隣がリオナソーセージ。カラフルなテリーヌかと思ったら、野菜やチーズが入ったソーセージでした。すごく美味しいです。右上がローストトマトのオイル漬け。左の真ん中がコンビーフのスライス。中心の白いのが水牛乳使用のモッツァレラ。その右がローストポーク。左下がミニトマトとレモン。右下がシーフードマリネです。マリネソースがついてます。エビ、ホタテ、イカ、ムール貝、パセリです。マリネだけレタスを敷いたお皿に移してマリネソースをかけました。でもこれかなりしょっぱかったです。ワインプラター全体的に塩が強めなので、モッツァレラと組み合わせつつのカナッペにするといいかなと思い、メニセズマルチグレインバケットを薄切りにして焼きました。メニセズマルチグレインバゲット788円から100円オフは5月1日までです。1本あたりは 114.67 円。原産国はフランスです。メニセズのシリーズは賞味期限が見づらくて、ちょっとね、老眼にはきついです。これは5月14日までですけど、最初掴んだのが5月5日だったので避けました。期限は2週間ほどありますけれども、このまま冷凍もできるので、さらに長く保存できます。半焼きタイプなので、オーブンかオーブントースターで焼き上げます。焼いてからだとうまく切れないので、切ってから焼きます。ガーリックトーストの場合はガーリックオイルを塗ってから180度のオーブンで8分焼きました。この切り方は食べやすいのでおすすめです。ハーディーズシャルドネ5リットル2598円から460円オフです。原産国はオーストラリア。昨年11月にパックされたものです。箱のミシン目に沿って切り取り、コックを引き出します。ゴムのコックをつまむだけでワインを注ぐことができます。つまみ方で勢いも調整できます。料理用に買ったんですけれども、美味しいのでもうね、どんどん飲んじゃう。飲むときはカラフェに移して冷やしてます。おつまみは右上がワインプラター、その下がカサレッチェのリコッタチーズ&くるみのペーストソース、シーフードマリネとミニトマト、メニセズマルチグレインバケット、レッドシードレスグレープ、コストコ縛りです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。
概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。